はいどうも、文ちゃんチャンネルのぶんぶんでございます。はい、これ iPad です。世界中の何億という人が使っていると思うんですけど、実はですね、この iPad の標準メールアプリ、ある問題によって人間関係を崩壊させてしまう可能性があるんです。ポチなんかね、ブンブンが送ったメールがたまに送り返されてくることがあるんです。特にブンブンが運営する交流サイトのシステムを通してメンバー同士がやり取りするメールがそのまま送り返されることがよくありますね。あなたはそんな無言返信メール受け取ったことないですか？例えばブンブンがこんなメールを送ったとしますよね。そのメールがいらんわ、送ってくんな、ボケ。こんな感じで自分が送ったメールがそのまま送り返されてくるんです。こんなの送ってこられたら結構傷つきますよね。最初は迷惑やったのかなと思ってたんですけど、明らかに迷惑とは言い難いメールもそのまま送り返されてくることがあるんですよ。おかしいなと思って調べたら、ある共通点があったんです。それが iPad ユーザーです。その時はそれだけしかわからなかったんですが、後日、なぜ iPad ユーザーがそんなメールを送ってくるのか、その原因が判明しました。実は本人送ってないんですよ。送ってないというか、送った覚えがないんですよ。ある時、相手はブンブンの妹やった気がするんですけど、ブンブンがそれをやってもうたんです。メールアドレスの入力ミスや誤送信には人一倍気を使っている部分がやらかしたんですよ。そんなことはありえません。絶対にありえません。返信する内容を書く前に勝手に送信されたんですよ。よく見てなかったら気づかなかったと思いますよ。それではですね、どうしてこのような誤送信が起こるのか説明します。まず最初に、届いたメールに返信を書くためには、この返信アイコンを押して返信をしますよね。見てください、これ。メール作成フォームが出てくるまでに2秒ほどのタイムラグがあるんですよ。このタイムラグがくせ者なんです。もう一度やりますね。ほら、フォームが出てくるのが遅いでしょ。おそらくこの下にあるソフトウェアキーボードを呼び出すのに時間を食ってるんですよ。この2秒のタイムラグがあることで返信を押したはずなのに押せてなかったのかなと思ってもう一回返信アイコンを押してしまうんです。それでは実際にブンブンが誤送信してしまった状況を再現します。返信するために返信アイコンを押して返信を押します。あれ？押せてないのかな？あ！送信されてしまいました。これですよ。送信するつもりないのに勝手に送信されてしまったんです。しかもですよ、ブンブンがタッチした場所に送信ボタンはありません。どういうことかというと、ここを見てください。返信アイコンがある位置を押そうとすると、送信ボタンの文字の色が変わってますよね。この何もないところに指を置いてタッチダウンすると、タッチダウンイベントが発火。つまり送信ボタンに指が当たっていると認識されているんですよ。このまま指を離してタッチアップすると、タッチアップイベントが発火。つまり送信ボタンが押されたと認識されて、メールが送信されます。そうならないように指をずらすとタッチアップイベントは発火しません。ほら。ほら。もう一度やります。あれ？押せてないのかな？ほら。このようにメールフォームが出てくるまでに2秒のタイムラグがあること。そして送信ボタンがないところをタッチしたのに送信ボタンが反応するということ。この2点の影響でそのまま無言返信という誤送信が発生しやすくなっているというわけです。
このようにメールアプリが原因で誤送信されたメールだということがお互いに分かればいいんですが、こんなメールを受け取った相手の性格やお互いの関係の度合いによっては嫌われたと思ったり、なんて失礼なメールだと誤解したままその後の関係が崩れるケースだってあり得ると思うんですよね。意図せず送信されたことに送信者がすぐに気づけば後でごめんちゃいできるんですけど、本人が送ったつもりがないので送信されたことに気づいていないケースだって多々あるはずですよね。なんで開発者がこんな送信ボタンを作ってしまったかというと、ブームは最近主流になっているフラットデザインに問題があると思っています。ユーザーがボタンをボタンとして認識できるように枠や境界線をつけてやるべきなんです。そうすればうっかりボタンを押せる範囲が異常に広がっていても開発段階で気づくことができるんですよ。ボタンの境界線が見えないからボタンデザインの毛を見逃してしまったわけですし、利用者に誤送信をさせてしまうことになっているんです。今はもう大小様々なサイズの端末が増えた関係で、どのようなサイズにも対応できるレスポンシブデザインで作らざるを得なくなっているんですが、そうなると枠線とか影とかがですね、画面の拡大縮小や Web ブラウザなどの制約を受けて変に重なったりずれたりしてデザインが崩れてしまうので邪魔になることがあるんですよ。だから枠や影などがないフラットデザインの方がウェブサイトやアプリのデザインが楽なんです。聞こえはいいんですけど、今このようなフラットデザインが流行っているのは開発者側の都合でもあるんですよね。都合はよくわかるんですけど、このように人間関係を壊す恐れのある問題は早く改善した方がいいのではないでしょうか。ただ、ブンブンの iPad に入っているのは iOS9 の標準メールアプリなので、iOS 10や11のメールアプリではすでに改善されているのかもしれません。ブンブンの iPad は古いので、Apple さんに切り捨てられて新しい OS にアップデートできないんですよ。と言っても、2013年の夏に Apple さんがフラットデザインを採用した iOS7 からずっと変わってないので、今も改善されてないかもしれません。実際にアプリの利用者がいるわけなんですから、せめてメールアプリの更新ぐらいはしてほしいですよね。Apple さん改善の方よろしくお願いします。今新しい iPad を使っている方は、自分で自分に送ったメールを使って確認してみてください。iOS 10や11の標準メールアプリはどうですか？改善されてますか？ということで、文ちゃんチャンネル、この辺でお開きにしたいと思います。ほな、さいなら。